はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月前半のタロットリーディングをさせていただきます。3月は星がかなりいろいろ動きますので、先生術の星の解説は別動画にまとめています。まだもしご覧になっていない方はそちらを見てからこの動画に帰ってきていただけるとより一層活かしやすいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。タロットの結果っていうのは水亀座の皆さんの集合的無意識から来る結果っていう形で、占星術っていうのは本当に今動いてる惑星の影響だったりするので、違うものを組み合わせてみるのが私は好きなんですね。なんかタロットだけでいいっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、やっぱり天気予報を知った上で見る方が安心できるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。吊るし人逆、ペンタクルスの8逆、カップ4、ワンドの3逆、ペンタクルス2、ワンドナイト逆、そしてカップクイーンですね。気をつけることや対策が女教皇とカップの6と、オラクルはじゃん、戦車です。はい、前回のね動画でも言ったと思うんですけど、今その水亀座の皆さんにとって3月前半っていうのは非常に自分の感覚が肥やされていく時なので、自分を信じるとか自分の感覚に敏感になろうとか、自分が本当に思っていることをちゃんとキャッチしようみたいな、そんな時なわけです。現実的にはお金のことがクローズアップしたりとか、あれにお金がかかるなとか、もっと稼がなきゃなとか、もっと貯金しなきゃなみたいなことを感じやすい時なんですね。でカードで見ると入り口が吊るし人の逆なので、何かこうしなければならないという思いが自分の行動を止めているという感じがします。はい、でそれに対してオラクルが戦車ってね、どういうことって感じなんですけど、やっぱり自分の感覚が強くなる時っていうのは、自分を信じてみよう、きっと自分なら大丈夫だって思って前向きにチャレンジしていくというエネルギーで使う時と、その恐れという感覚が強くなって、その恐れを克服しようとか、その恐れを大変なことにならないように防衛のエネルギーとして使うっていう両方あると思うんですね。要するに余計なことしないでおこうとか、失敗しないようにしようっていうような恐れが強くなるからこそ、その恐れをかき消すような努力をしたくなるみたいな。なので今感じてらっしゃるのが、現状のところがワンドの3ということで未来を見ている、今のままこのまま続けていけばきっと未来はこうなるみたいな、そういった未来像みたいなのが見えているんですけれども、でもそのためには下手なことしないでおこうとか、もっとこうしなければいけないんだけど今動こうと思っても動けないしなみたいな、そんな感じで自分の行動っていうものをちょっと縛ってるのかなって感じがしました。ただなんていうのかな、ただネガティブにただその自分を縛るだけではなく、今止まっておくことによって得られる恩恵っていうものもご自身ではちゃんと見てるんだなっていうのは感じます。なんせやっぱりここでペンタクスの8の逆も出てるので、とにかく今はコツコツと何かをしなくちゃいけないんだみたいな、なんか本当にまるで何をするにしてもお金がいるから、まずお金を貯めなきゃいけないんだと思っているみたいな感じですかね。でも将来そのお金を貯めたりとか、遊びをちょっとセーブして貯めるっていうことも将来の自分につながってるいいことだと思っているっていう感じで、それって全然いいことじゃないですか。本当にね、計画を立てて何か自分の行動もちゃんと制限したり、ちゃんと見直しして何かをやっていくってとってもいいことなんですけど、ちょっとだけ注意されているのが、その自分の行動を制限するがゆえに自分から溢れてくるであろう本来の喜びがちょっと減ってませんかみたいな感じです。それよくありますよね。よくダイエットとかもあると思うんです。例えばもうちょっと痩せて綺麗になりたいからケーキは食べませんって言って自分の行動を制限する。でこうやって自分の行動を制限することって実際には自分にとってプラスになっていることをやってるはずなんだけど、なぜか食べちゃいけないケーキをっていうその思いが喜びを半減させているっていうことで、なんとなく気持ち的にやったーみたいな、そういうなんか喜びというよりは制限する、自分を制限するっていうことで喜びまで制限されちゃってるかもみたいな、それだけを少し言われてるなって思いました。でも実際やってることはすごく有益だし、
うまくこなしてるんですよね。ここでもペンタクルスの2が出ていて、ちゃんと自分で調整してますよねって、遊ぶ時は遊ぶ時、遊ばない時は遊ばない時とか、自分にとってオンオフっていうものをしっかりと切り分けてうまくやってますよってちゃんと言われてます。ただなんとなくですけど、やっぱここでワンドのナイトの逆っていうのは、とにかく暴走しないようにしようと、なんかこう勢いに任せて何かをするっていうふうにしないようにしようみたいな感じで、すごく自分を冷静に抑えてっていう形で自分を抑えてるなっていう感じがすごくします。そしてカップのクイーンっていうのが出ているので、自分の行動を抑えたり、ちゃんと継続させていったりとかすることによって、自分のこのなんか自律神経とか感覚っていうものが整い、ちゃんとホルモンが分泌されますよとか、ちゃんと自分の体のシステムは整いますよっていうふうに言われてると思いました。なので非常に最終的に今星の流れできている自分の感性がすごく豊かになる時だよっていうことに関しては、確かにちゃんと自分をセーブして自分を整えることによって、ちゃんと感性豊かになってますっていうのが出てますね。とてもいいです。でもう一つ言われてるこのね、女教皇っていうカードも非常にサイキックというか、いろんなことが分かるよってことなので、自分の頭の中では何をどうすればいいか分かっている。でいろんな可能性、リスクも分かってるし、メリットも分かってるし、その上でどうするかはちゃんと自分で知恵を働かせてやっていきますみたいな感じなんですね。非常に聡明です。でそれともう一つ、このカップの6っていうすごく優しい思い、自分にもともと備わっている感性で誰かに何かをしてあげたいとか、誰かの役に立ちたいとか、そういった思いっていうものも今ちゃんと出てきてますよって感じで言われてるんですね。そしてすごく興味深いのが、オラクルで言われてるのが戦車なんです。でこの戦車っていうのは通常のね、なんか例えば凸凹道だろうが山道だろうがどこでも入っていけるこの戦車というエネルギーが今水亀座の皆さんにありますよっていうことで、ご自身は無理ないようにちゃんとセーブしてうまいことをやって、それももちろん大正解なんですけど、運勢としてはどんな道だって行くだけの力ありますからねっていうふうに言われてるなと思ったんですね。ですからその塩梅ですよね。体力的なことを考えたり、今の自分の体力を考えたり、この自分の金銭的なお金のことを考えたりして、自分の行動っていうのをきちんとセーブするっていうのはもちろんいいことだけど、それによってちょっとだけもうちょっと出てきていい喜びのエネルギーっていうものももしかしたらちょっと抑えられてるかもなって思ったので、ただ最終的にはちゃんと自分自身の体っていうものが統合されて、いい形で自律神経が働くなって感じがするので、結果はオーライな感じです。なんか何言ってるか分かりますかね通じますかね。3月2日から起こる金星の逆行に関しては、やっぱり他者とのコミュニケーションですね。社交性というところで水亀座さんは出てくるような気がします。特に水星も今そのコミュニケーションとか友達とか好奇心というところに入っているので、また3月15日以降水星が逆行してもそうですし、3月2日以降4月13日まで金星も逆行するというダブルで逆行する期間というのが、全てその自分の思考の中とかコミュニケーションとかそういったところで起きやすいので、他者が何気に言ったことを自分が誤解して受け止めやすかったりとか、自分のその行動、自分が考えていることも自分で疑ったりとかってしやすいのかなっていうふうに思いました。ただ今こうやってカードで言われているのは、非常にその自分の直感力だったりとか聡明な感覚っていうものはやっぱりすごく肥やされているので、そこを信じてねって感じがしましたよ。どっちもめちゃくちゃこれは自分の感性っていうものをしっかり持ってるカードなんですね。それありますよっていうふうに言われてます。でそれが与えられてる時ですよっていう感じです。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のこと見てみましょうか。生活は整うんでしょうね。体調とかね。仕事ペンタクルスの3ですね。そしてワンドナイト。仕事という役割で考えると多少無理してでも頑張りますっていう気持ちはあるみたいですね。そしてもっと何か今ね、この全体を通して言われていたのが、非常にこの聡明な自分の知識が使えますよとか、自分に直感力が今与えられてますよとか、その自分の今まで経験したことを全部踏まえて
例えば教わってないことでも今までの経験上考えれば体感で分かるよっていうようにすごく自分の知識っていうものは開かれているんですけれども、仕事っていうので見た時にもっと何かが足りないんじゃないか、もっと自分は勉強しなくちゃいけないんじゃないか、何かを忘れていってるみたいな、何かが抜けていってるみたいな感覚があるかもしれませんね。そして本当はもっとしっかりと働きたいけれども今はそうできる状況じゃないんだみたいな感じもあるかもしれません。これもまた不思議なんですけど、お仕事としてちゃんと進んでいく流れがあるんですね。でおそらくその流れに乗っていらっしゃると思うんです、水亀座の皆さん。だけどどこか意識がこれでは足りないとか、もっと頑張れるはずなのに頑張れていないとかっていうような意識がちょっと入ってきてるのかなって思いました。どうですか？でも自分が決めたことちゃんとできてるからいいやっていう形でちゃんと自分に OK サイン出せてますかね？ちょっともう一つ人間関係のことを見ていますね。やることあるんでしょうね。きっとやらなければならないことがある。人間関係って言った時にまたワンドのナイトがなんと3枚も出てきましたね。ワンドナイト、そしてワンドの2、ストレングスということで人間関係とってもいいです。たとえ3月2日から社交性のところで自分がちょっと勘違いしたりとか、そのメールがちょっと届きにくいなとか伝わりにくいなみたいなのがあったとしても、それは情報源として情報が伝達しやすいですかって言われたら、今ちょっと Wi-Fi が途切れ気味ですっていうような感じの時に過ぎないっていう感じで、それぞれの存在やそれぞれの思いっていうのは実際そこにあるわけなので、関係性というのは非常に恵まれていますし、進もうかなどうしようかなと思っているとしたら進んで OK というふうに言われています。このストレングスっていうのは本当に不可能を可能にする力なので、もし今水亀座の皆さんが自分の力を信じられないってもし思うとしたら、誰かと関わることによってその力を思い出すとか、やっぱり勇気をもらえるとか、なんか自分は役に立ったぞとか、なんかそんな感覚で愛が溢れてくるって感じがするので、関わってほしいなというふうに思います。進むか進まないかで迷っている時は進んでくださいっていう感じがしました。そしてなんかね、こうやって全体的に見た時に、実はワンドのナイトというカードが3枚も出てきてます。ワンドのナイトっていうのは勢いに乗っていくっていう、ちょっと小走りでいくみたいな、ちょっと勢いがある流れに乗ってるよっていう感じのカードなんですね。でオラクルも戦車なんです。ですからご自身ではちょっとセーブしようみたいな感じがあって、それでうまくいってらっしゃると思うんですけど、エネルギーとして今回のリーディングのメッセージとしては、止まってるように見えても実はすごくいい運の中にいるからねとか、止まってるように見えて自分ではもうちょっとこれをしなくちゃと思ってるかもしれないけど、実は感性というものはすごく肥やされて、可能性は今動こうとしてるよっていうのがメッセージだと思いました。はい、もし分かりましたよっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。はい、ちょっと最後にもう一枚引いてみますね。オラクルカード、言っていいんだって感じだね。実際仕事もありますかって言ったらありますし、全然働けますし、体壊すとか全然出てないです。むしろ整うって出てるわけですから、頑張ろうと思えば頑張れる感じがしますね。お仕事最後の1枚これですね。このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんもご自身の直感で、今直感されてる時ですからメッセージ受け取ってみてくださいね。ホープ、希望を持っていいよって、もっと楽観的でも大丈夫だよって、そして新しいことが始まりますよって言われてると思いました。はい、ということで今回ここまでにしておきます。ぜひいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。